菊の井の村田でございます。今日は皆さん大好きなナスを田楽にしたいと思います。味噌にポイントがありますね。一番簡単な方法で家庭でも作れるような方法で田楽の味噌を作りたいと思います。赤味噌と白味噌で作りますんで、これは両方、ちょっとお出汁で緩めていただいて、柚子をたっぷり入れていただいて、白味噌は柚子味噌にできたりとか、いろいろ便利ですので、肉のそぼろ入れて肉味噌にもできますし、魚の鯛のほぐし身を入れて鯛味噌にもできますから、この味噌でいろいろ応用がつくと思います。ぜひ覚えてください。まずこの赤味噌ですね。これは、本当の豆味噌ですから、岡崎に角久という八丁味噌屋さんがありますけど、岡崎城から8丁離れてるから八丁味噌なんですけどね、その八丁味噌もう3年間も熟成させた、真っ黒系になってます。この味噌は非常に香りも高いし味もいいです。これとよく似た赤味噌でもいいですよ。家庭用に売ってますね。あれは、多少味の調整がありますけども、その時はちょっといろいろ調味料の分量を変えてください。で、酒ですね。砂糖たくさん入りますね。これをある程度この中で溶かしてください。ここで時間をかけてこの味噌を溶かしておくと、その作業が楽になります。赤味噌を溶かしたらこういう状態になってますね。これを火にかけます。それから赤味噌の場合やったら、これをだしに溶いてうどんを入れると名古屋の味噌煮込みうどんになりましょう。この味噌っていうのは非常にうまみ成分赤味噌は特に多いんで、これもこのような状態から煮詰めてもらいます。これ白味噌ですね。京都の最強味噌と言われるやつですね。甘味噌です。白味噌言うても全然甘くない白味噌もありますんでね、各地方によって味噌はそれぞれ違いますけども、白味噌は甘いんで砂糖の分量がちょっと少なめになってますね。酒はやっぱりたっぷりですね。もうこういう風にドロッとした状態ですね。これは砂糖がたくさん入ってますから焦げやすいですから、気をつけながら煮詰めます。これがグツグツ言うてきて、最初の白味噌よりもちょっと緩いめぐらいになれば、あとは温度が冷めると非常に硬いものになります。で、硬くなりすぎたらこの酒でもっぺん、ちょっと伸ばしてください。これを煮詰めといてもらいます。これぐらいの硬さになって底がスーッと見えるぐらいになりますと、これで温度が下がりますともうカチカチになります。白味噌もこうですね。京都やったら鴨ナスとかやるんですけど、鴨ナス高いですしみんな手に入りませんから、普通のナスでやります。で、ガクの周りにちょっと筋を入れまして、でこれを油で揚げはる方もいらっしゃいますけども、これナスはね、スポンジみたいなもんですから、みんな油吸ってしまいます。ものすごく油っこくてあんまりさっぱりせえへんものになりますから、ガクだけをちょっと取りまして、でちょっと座りのええように後ろも切っておきます。フッ素樹脂加工のフライパンに油をちょっと多めに引き、油、大さじ2ぐらい入れました。で、油吸いますけども、ナスと油は合いますから、でナスが油全部吸うてしまいます。油全部吸うたらちょっと火を弱めてください。きれいに焼き目がついてきて、ちょっと半透明になってきたら裏返します。そしてここに水を入れると、もうこれでだいたいもうナスはもう柔らかくなってますね。でバチバチ言うてんのはナスが油を吹き出した証拠です。これで味噌を塗るわけです。
それから味噌もね、おかずの時はちょっと多いめに塗った方がいいですし、酒のあての時はあんまり味噌濃いとかえって美味しくならないですよね。料理でしたらこれに焼き目をつけるためにバーナーで焼くんですけども、今回はバーナーで焼いていきます。こんなん家庭にないですけどね、家庭やったらもうこのまま天日のガス台とかオーブントースターに入れるのが一番ですよね。味噌はね、焦げるとね、風味が良くなりますからね。料理屋はここで白い方に柚子とか、赤い方に山椒の葉っぱ貼るとかいうことやるんですけど、山椒の葉っぱなんか普通ないわね。それから赤い方はからし、このからしがまたね、よう仕事してくれまして、この赤味噌とは非常に相性がよろしいです。で白い方は、黒ごま、魯山人の備前の皿にもあるんですけど、備前はたっぷり水を含ましてから使うというのが普通ですから。ナスが2本でおかずになりますね。